皆さん、こんにちは。漫画家の新本慎です。よろしくお願いします。ということで、今日はですね、皆さんからめちゃくちゃお悩みが多かった、影の描き方について説明していきたいと思います。なんか、ちょっと上級者目線の話になりそうだけど。確かに影で悩み始めるってことは、結構上級者になってきてることかなって私も思うんだけど、影ってめちゃくちゃ説明難しいなと思ってて。これは新本先生も悩むんだ。悩むのよ。ただ確かにうまく描けたら絵が良くなることは間違いないので。影ついてたら、ちょっとなんかイメージっていうかなんか、うわってなるもんね。そうそう。だから今回はちょっとどんな影があるかと初心者におすすめの影っていうのを説明していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。じゃあまずはですね、影の種類なんですけども、私大きく分けて影って2つあると思ってて、その1つが絵のね、雰囲気を伝える影。で、もう1つがね、絵の立体感を出す影っていうのがあると思うんだよね。で、まず雰囲気を伝える影ってどういうことかっていうと、ちょっとみんなに参考の画像を見てほしいんだけど、逆光って言われてる。逆光。あと、例えば、建物の影が落ちる。あと、下から光が当たるとか。これなんかいいね、怖い。こういうのが全部、雰囲気を表すための影。確かに雰囲気出てる。これっていうのは、もうね、絵を描く前に、事前に自分で決めておかないとなかなか難しい影。こういうのを描きたいから、こういう影にしたいっていうふうに。そうそう。だからこれは一つ、ちょっと難しい私の中では影かなと。絵を描く前にも完全なる完成図が見えてないといけないから。ここにだからもうできてないといけない。そうそうで、それを考えた上での描き始めたから、もうそもそも影を決めて描いてるっていう感じのね。で、もう一個今回みんなに細かく教えたいなと思ってるのは、立体感を出す影。ちょっと一番最初の逆光のやつに乗っけてみたんだけど、こういう影です。なるほどね。これが私がもう一つの影、立体感を出す影。要はこれが入ってるとちょっと絵がうまく見えたりとか、元ののっぺりした絵よりもいい。ちなみにこれとさらに逆光を組み合わせると、こんな感じになる。だから両方使えると一番いいんだけど。なんかすごいいい感じになってるね。両方組み合わせて使うと一番いいから、両方かけるのが一番いいんだけども、最初に言ったこういう3つのね、影っていうのは、絵の雰囲気を伝えるための影だから、ちょっと今回置いといて。これは難しいのね。難しいし、なんかまたちょっと説明が、その絵の構図とかによって説明が変わってきちゃったりする。自分の描きたいものが決まってこれだからね。そうなんだよね。置いといて、今回はこっちの、この立体感を出すための影っていうのを細かくちょっと教えていきたいなと思います。とは言ってもみんな結局初心者の人ってね、どう影を入れていいか、これもわからない。この立体感を出す影の方がむしろわからないって人多いと思うんだよね。どこにつけていいかがわからないんだよね。そうなのよ。なので今回はそのコツを今から説明していきます。ということで、まずここにまっさらな、なんもない S 君がいます。影もついてないってことね。で、ここに今から影を乗っけていきたいと思います。で、今から私描いていく影、先に描く影の方が初心者におすすめで、優先度の高い影です。じゃあこれは、入れといた方がいい。そう。で、後半に行くにつれて、優先度が低い、ちょっと高レベルな影になってくるのね。じゃあ、どっちでもいいってやつね。入れても入れなくても。そうなの。できる人はやってっていうレベルね。そうなの。ということで、じゃあ入れていきたいポイントに、ちょっとわかりやすく色をつけてね、影乗っけていきたいと思います。ここです。首の下の影。これです。これ初心者の人が一番悩まずに一番最初に入れやすい影だと思うので、よかったら首の下、もう幅はね、お好みがあるからどんな幅でもいいんだけども、こう顔の下の首と顔の境目のとこ、ここにね入れてあげてください。で、次が鼻の横の影。よく描くよね、でもね。でもね、これ正直好みがあって、初心者の人入れやすいから入れていいと思うんだけど、絵の雰囲気が変わっちゃうことがあるから、入れても入れなくてもいい。こんな感じの影。これがお好みなんだね。お好みです。で、次、前髪の下に落ちる影。これもよく入れてるイメージある。こういう感じです。前髪を先に描いてあるでしょ、その縁になぞって肌側ね、髪の毛側じゃなくて肌側に、こうやって前髪の下のところを塗ってあげる。前髪の下のところを塗ってあげてください。全部塗るんだ。そうだね。こんな感じで。で、あとは、まぶたの下の影。すごい、今ちょっとここ分かりづらいけど、ここ。完全にね。これ。で、首の後ろにある髪の毛の影。ここです。襟足の部分ってことだね。そうそう。で、次よ。髪の毛にかかってくる影。
もうちょっと後で髪の毛の影の入れ方は詳しい説明を後半にします。なんだけど、まあ、入れてほしいこういう感じの影です。難しいね、それね。だから今後半に行くにつれてみんなに言われて難しい影。だから優先度は低くなってきます、優先度は。これでできる人はのやつね。そう。今からどんどんレベル上がっていくから、私が言う影がね。髪の毛に落ちる影です。これ難しいよね。これ俺もできないんだよね、これ。で、今大体でも顔の大体入れたい影は完成してきた。あとはこの辺お好みで口の上唇の影。下唇の影。これは本当にお好みになってきます。あとは最近好みとかだとまぶたのところとかに落ちる、下まぶたのところに落ちる影とか。もはや影でできてるやん、これ。いやだから、これはもうあとまぶたの影とかね、もうどこまで立体感を出したいかとか、眉毛の下の影とか。もはやだから影しかないやん、こんな。だからこの中どこまで立体感を出したいかの好みだ。今後半の方に私がずっと取ったのは優先度低めの影。自分の絵柄にもよると思うから。はいはい。つけたければつける。で、初心者は入れるのがちょっと難しい影にもなってくるから、先に言ってまずこの首の下の影、前髪の落ちる影ぐらいは、鼻横の影とかね、ちょっとやってみてもいいかな。で、ちょっと下の方に行って、まだ今からちょっとここ顔今終わって体の部分に行きます。ここからまず簡単な影から先行きます。T シャツなど袖があった時に、袖の下に落ちる影。あ、落ちてるね、でもそこ。これは初心者入れやすい影だ。確かに。あとは、これも入れてほしいんだけども、ちょっと難しいかなと思うのは洋服のシワの影。これ難しいよね。これはさ、ちょっと洋服の形状がちょっと頭の中でイメージできてないと難しいっていうのもあるんだけども、こう、どういうポイントに入れたらいいかっていうと、今私が先にここに入れたね、洋服が寄ってるところ、洋服がつるんとしてるところじゃなくて、ここ、私の服見たこういう寄ってるところとか、こういうとこね。そう、そうです、これ、こういう、そう、洋服の寄ってるところに、影っていう感覚じゃなくて、もはやシワを描くってイメージでね、この洋服の影の部分は、影を描くじゃなくて、シワを描くっていう気持ちで塗ればいいと思うんだよね。なんとなく感覚みたいのでみんな描いてるでしょ、きっと。ちょっと感覚に近いところがあるよね。こういうね、こういう影。で、最後、もっとこれがっつり塗っちゃうんだけど、ちょっと奥行きを表したりするための影。例えばなんだけど、この腕のここ全部塗っちゃう。こういうことね。こっちのポッケに手を突っ込んでるから、この肘っていうのは前に出てんじゃなくて後ろに入ってるんだよね。ポッケに手を入れるポーズの時っていうのは。なのでその奥に入ってるっていうのをイメージさせるために、手前にあるものには白くする。奥にあるものを黒くするっていう考え方。でこの髪の毛の時も分かりやすいよね。手前にあるものは白くして、奥にあるこの襟足は黒くするっていう。何が手前にあって何が奥にあるのかっていうのを自分で理解しなくちゃいけないけど、ってなった時に、あえてもうこの手のとことかね、奥に肘が下がってるからもう全部塗っちゃうっていう。だからこの手がポッケに入ってるから、前じゃなくて後ろに行ってるから、そう、この肘、S 君の肘がこれ見てもらうから、ここは奥に行ってんだよね。だから全部黒。そう、ただこの考え方むずいと思うんだみんな。これむずいわ。だから後半に言いました。これが優先度低い影です。という感じで今なんとなく初心者に入れやすい影の説明をしていきました。で、特に今髪と服のところが難しかったと思うんだけども、その前に今私ざっくり影入れてったけども、ちょっと見てほしいんだけど、これみんな見てほしいんだけど、この影悪い例です。この影悪い例。何が悪いか S 君わかりますか？左側だけ入っちゃってる、これ。もう、だね。違うの？違います。S 君違う。この影は、光が当たってる位置を決めてないから、まばらに影が入っちゃってる。左側に入ってんじゃない。左にも右にも入っちゃってるの。こっちに髪の毛入ってて服がこっちに入ってるってこと？そういうこと、そういうこと。そういうこと。例えば鼻もこっちに影が落ちてるのに髪の毛はこっち側に影が落ちてる。要は光がね、どこから当たってるかっていうのを絵を描くときって影を描くときかな、影を描くときっていうのは絶対にみんな意識しなくちゃいけないのね。髪の毛のとこだけ見ると光がこっち側から当たってんのね。だからこっち側が影が暗い。でもこれ鼻を見てもらうと、鼻のところはこっちから光が当たっちゃってるからこっち側に影ができちゃってるの。本当だ。こういうね。確かに。で、洋服もこれこっち側から光が当たっちゃってるからこっち側に影ができちゃってるのに、こっちの腕はこっちから光が当たってこっち側に影ができちゃう。本当だ。さっき私が聞いた影の入れるポイントあったじゃん。あれをなんとなく聞いてなんとなくで実践しちゃうとこういうことになっちゃう。なるほどね。ということで次なんだけど、もう入れる場所が分かったら絶対みんなどこから光が当たってるかっていうのを絶対決めてほしいです。まず書く前にってことね。そうなの。で、これを統一したらどうなるか、どこから光が当たってるか統一したらどうなるかっていうと、
まあこれは統一してるから、まあさっきの絵と見比べると、全然こっちの方がうまく見えるとか、ちぐはぐに見えないと思う。確かに、こっちの方がやっぱちゃんとしてる感じは出てる。まあパッと見ね、これも全然変じゃないんだけど、言われてみたら、ああ、なるほどと思うでしょ。だから描いてる人が見たら、多分これはおかしいってなるんだよね。なんか変に影描いて下手に見えるじゃん。こっちはちゃんと光源が意識されてるから、あ、こっちから光が当たってて、こっち側に影が落ちてるっていうのが分かって、まあ、うまい立体感が出る影になってる。この影の位置っていうのは、光が当たる角度が変われば変わっていって、光が当たってるのとは逆側に落ちてくるってことを忘れないでください。だから逆から光が当たってたら、この影は全く逆側に同じような感じに入る。真上からだと、今度均等にもうちょっとこう、下になるところにつくっていう感じ。ああ、そういうことね。だからちょっとそこを理解するのが難しいと思うんだけども、まずは光源がどこかって、光が出る場所がどこかっていうのを決めてから影は描くようにしてください。適当に描かないってことが大切なんだ。そう、影がつく位置がなんとなく把握したからって、適当に坂とか描いてると、こういうなっちゃうことがあるから、やっぱなるべくは光がちゃんとどこから当たってるかを意識して描くっていうのが一番大事。最後に、みんながその難しいであろう髪の毛の影なんだけど、その髪の毛の影っていうのは、その髪の毛の形を表すための立体感を出すための影でもあるんだよね。だから、まずは、うまく今髪の毛の影が描けないで悩んでる人コメント欄見てるとめちゃくちゃ多いんだけど、シンプルなことから考えていくのがいいと思うの。ということで今めちゃくちゃデフォルメしたエスクをここに書いてあります。ミニキャラみたいな感じになってるよ。そうでしょ。これめちゃくちゃデフォルメしたエス君。まあさっき言った話でいくと、光がまずどこから当たってるかを決めます。なので今回は、こういうイメージで影をつけていきたいと思います。光がこっちから当たってるイメージ。なので影はこっち側に落ちるってイメージ。OK かな？こっち側に落ちるでしょ？わかるよね、これで。で、これを意識したとき、このつるんとした S 君に影を描いたとき、まずこう、頭って人間の頭って丸いから、まあ大体髪のこっち側全体にこうやって影がね、落ちるよね。で、前髪も、ちょっとタケノコの里じゃないけど、潰れたタケノコの里がここにあると思ってもらえばいいけど、こう、ちょっと球体なものだから、こういう形でここに入る。で、ここからこういう形でここにも束があるから入る。で、ここのここにもこういうの入る。これが超究極、超シンプルな例。光が当たってるっていう。どっから光が当たってるか意識した時の髪の毛。まあこっちからだから当たってたらこういう感じになるんだ。そう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 。これじゃあちょっとっていう感じだけど、まず1回目ここを理解すること。これ練習ね。そうそう。さっきは大きな玉だったじゃん。それをこう消しゴムでこう削ったり、まあペンとかでこうやって書き足したりして、この細かい分岐をたくさん作ってってあげる。ただ影はこっち側からこういう風に落ちてるから、こっち側の方が量が多い色の。っていうのを忘れずに細かい線を入れてってあげるっていうのをまず練習でやってみる。あともう一つ大事なのは頭が球体だってことを意識して、この線が直線じゃないっていうことを意識してほしいんだよね。ちょっと悪い例を書いてみるけど、ギザギザを入れるときにまっすぐ真上にギザギザを入れちゃうとなんか違う。頭が丸いのに対して線が真上に伸びちゃってこういうことになっちゃってるから、なんかこう髪の毛の影としてあんまうまく見えない。やっぱ大事なのはこの円形を考えてあげる。ちょっとこう滑らかにこうしてあげる。そう。で、これをこれぐらいデフォルメのやつで練習した後に髪の毛がサラサラしてる絵を用意してあげて、例えばじゃあ影の当たってる位置はこっちからにしようって決める。この辺に大きく入ってるだろう。まあまあ髪の毛で言うとこっちの方に大きめに入っているだろうっていうことを考える。頭の丸みも意識する。ちょっと丸みさせる感じね。そう。で、こっからさっきやったこのギザギザの分岐をこう髪の毛に沿って入れてってあげる。それがさっきのちょっと分かりづらかったけど、そういう感じになってくるんだ。こういう髪の毛でやると、まあちょっとよりしっくりはくるよね。さっきの絵でしっくりこなくても。さっきのほら、つるんとした絵だったから、あんなギザギザしたの入れちゃったらおかしかったけど、こっちでやると、まあ幾分しっかりくると。確かに。イメージとしてはね。ただこれ本当に好みがあって、絵柄の違いにも出ちゃうから、まあこういう影が好きな人もいれば、私の絵って結構つるんとしてるから、そういう影じゃなくて、こういう影の入れ方が好きなんですって人もいる。今みたいにこう線じゃなくてってこと？そう、ギザギザの線をもうあえて髪の毛には入れないっていう、もうこれぐらいしかちょっとしかこう入れなかったりして、
もうこれぐらいが好きなんですって人もいる。これは多分今白黒だと見えんなイメージがちょっとつかないんだと思うんだけど、カラーにした時は分かると思うんだよね。これぐらいの影でも髪の毛って案外しっくりくるっていう。だから、まあそれは好みによる。だから、自分の絵柄がどういう絵柄を求めてて、どういう風にしたいかっていうのを考えた方がいいかなって最後は思います。まあどういう人の、絵をなんか参考にしてるかとかにもよるってことだよね。そうだね。だから自分が参考にしてる人がどういう風な影を塗ってるかっていうのはめちゃくちゃ大事。なので今回はとにかく、まず光の位置を決めるっていうのが一番大事だっていうのと、影が、まあ、ついてるところっていうのを、まあ、途中で説明したように、入れやすいとこからまずは入れていくっていう。で、ね、なんかコツを掴んできたら、ちょっと難しい影にも挑戦してみるっていうのがいいんじゃないかなと思います。ということで今日は影の描き方についてでした。よろしかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家のしもしんと。バイバーイ。